今回紹介するのは、ルフィとサンジのコンビが大好きな、読者の反応です。一巻から読み返してたら、海列車とドレスローザのサンジとルフィが、電電虫で通話するシーンで、好きになった。海列車やドレスローザで、ルフィが単独行動を任せたり、サンジが船長代理的なポジションをするの、好きだわ。個人的にサンジは、ルフィのそばにいるのもいいけど、ルフィの信頼のもと、自由に行動するのが、似合うなと思ってる。ワノ国のゾロもそうだけど、大勢の敵に囲まれながら、ぐっすり寝てるの。こいつなら大丈夫、こいつは強い、っていう信頼が、現れてる気がするんだ。ホールケーキアイランドだと、これが好き、ルフィの手がサンジの背中を掴んでて、もう絶対離さねえぞ、敵害を感じる。嘘つき会でハマったコンビ、あれはずるい。互いの長所も短所も包み込むような絆に弱いんだって。だって、それがお前だろってすごいいいセリフだよね。ホールケーキアイランドまでは、ルフィとサンジの関係性は、信頼し合ってる船長と船員と、結構カラッとした関係に思ってたんだが、ホールケーキアイランドでやたら湿度が上がった。あと、ルフィって結構的確にメンタルケアするんだな。さすが未来の海賊王。原作でも雨が止んでるが、アニメだと雲の隙間から光が差してきてて、ルフィがマジ太陽信してる、ってなるこのシーン。海賊王になる意志を、1話から言い続けてきたルフィが、お前がいないと海賊王になれねえ、と言った相手はサンジだけ。誰かのためなら自分が死んでも構わない精神のサンジが、人間の心を失いかけた時に、そのままの自分でいようとしたのはルフィのため。この湿度の高さ、好き。食って当たり前で食べたんじゃなくて、開けてすぐに、って一瞬戸惑ってるのがいい。そのすぐ後に、全部食べてうまい、って笑顔で言ってるんだよな、ルフィは。餓死寸前のあのルフィでさえ、一回引く弁当というのを見せる演出力。デロデロ弁当で、空とルフィの行動をダブらせてるの、すごい好きなんだよな。全く動じないで笑顔を絶やさない空ママすごいし、ってなった上で美味しそうに完食するルフィもすごい。ホールケーキアイランドは名シーンだらけだけど、特にここがめちゃくちゃ好き。ここのルフィ、モーションのかけ方、うますぎ。ジャッジが言ったことを、サンジのいいところだと常から思ってる、ルフィとチョッパーが最高。ルフィがご飯を与えるところも、弱い者を守るところも、情に流されてしまうところも、サンジのいいところだと思ってるのがはっきりと分かってよかった。ジャッジに対する最高のカウンターだよな。ルフィ本人にそんな意図がないのがまた。このシーン大好き侍、ホールケーキアイランド編でも、もう引き返せねえよ、ルフィ、とサンジの心の声が描かれるシーンがあったから、おそらくサンジは大事な時には、ルフィに心の中で話しかけてるんだろうなと。バラ系も、ホールケーキアイランドも、サンジが本心さらけ出すところはルフィしか知らないのに、サンジが、もしもの時は殺してほしい、とゾロに頼んだことは、ルフィは全く知らないのが難解。生に関わることはルフィは知ってるけど、死に関わることは知らない的な。このシーンは、ギスギスとルフィが慌てて謝ることも含めて、印象深い。初期は、サンジがルフィの成長をサポートする印象が強かった。最近は、サンジがルフィを介して成長してる印象がある。個人的に加入した時と現在で、関係性の解釈が変わった唯一の二人だわ。二人揃って抜けてて可愛い。ワンテンポ遅れて自分たちで突っ込み入れるのが似合うよ。アホっていうかファンシーだよな。ルフィはロボットとか未知のものに憧れてて、サンジは絵本の世界とか空想を信じてる、って感じがする。雪男は二人ともテンション上がる話題だろうね。よく考えたらサンジはルフィと違って、子供の頃から、科学力や未知の技術を駆使したものを見て育ってるんだから、そうなるよな。ドラム王国での、このシーンが好き。ルフィもしっかりサンジが自分の身を犠牲にして、仲間を助けるの見てるんだよね。ドラムで、白い駆動中のラパーン避けながらのゆるい会話が好き。マラソンと揶揄されることもある移動描写も、こういう会話あれば、めちゃくちゃ楽しいんだけどな。そんな会話してる余裕がある敵や、場面じゃない場合ばっかだから無理か。なんでもないように障害をひょいひょい避けながら食べるシーン見てああお前結構バカなんだな。ルフィってツッコミは結構鋭いよね。ルフィにしかできないこのツッコミ好き。バラ系でも、ホールケーキアイランドでも、本心さらけ出すところ、ルフィしか見てないのいい。同じポーズしてて可愛い。家事やってる場面で怒ってるのはサンジってイメージある。洗濯してるからイラスト、サンジに叱られてるルフィなんか好き。このイラストでも洗濯してる時に、ルフィに怒ってたんだな。チョッパー。この扉絵楽しそうで好き。
たまに他キャラでもある気がするんだけど、サンジの腕にルフィのシルエットが書いてあるの、可愛いんだよね。目の前で聞いてリクエストしてるの可愛い。楽しそう。サンジいるの分かってて、飛び込んでそうで可愛い。帽子かぶってるだけなルフィ。何度も言われてるけど、やっぱ飯一口も食わずに、いいコック見つけたぞ、なのが最高だわ。いくら銀がクソうまそうに食べているとはいえ、いいコック見つけたぞ、の前の、母、から、ルフィの大物感と技量じゃなくて、相手の本質を見抜いてスカウトする軽眼さを感じる。空腹は最高のスパイス。っていうくらいだから、空腹バフで、めちゃくちゃうまそうに食ってる可能性あったよな、銀にタダでご飯を出すサンジを見て、ルフィも心奪われる。って原作の説明に書いてあるんだよね。腕の立つコックより心優しいコックに惹かれて、勧誘するってルフィらしくていい。結果的に両立してた上に戦闘までできたけど、一番最初のこれが好き、ホールケーキアイランド編でまた見ると泣けてくるんだ。サンジ、お前こんな顔で笑うんか、となった。その後のセリフなしのコマも、二人とも表情豊かで話弾んでるのよくわかって、眺めてるだけで、そのシーンのゼフみたいに口角上がる。サンジの横でサンジの飯やらを食べてるルフィ好きだ。サンジが笑えるくらい山ほど作って、ルフィがうめえ、って言いながら、たらふく食べるっていう、おそらく一味にとって普段の風景が好き。夜中冷蔵庫荒らしに来て、ネズミ取りにかかったルフィに、言えば作ってやるんだから、って飯食わせてたの好き。サンジが仲間になってから、ルフィの空量増えたよな。アニメの、サンジ、飯の言い方好き。結構な頻度で言ってる気がする。オーズに入ってからの第一声が、サンジ飯、なのなんか好き、覚えてないけど覚えてるんだよね。ルフィが飯を食べさせてくれた人たちに、必ずサンジの飯の話をするのが最高に好き。本当にサンジの飯が好きなんだなって思える。巨人のドリー相手にも、うめえだろ、まずいなんて言ったらぶっ飛ばすぞ。って自慢してたの好きだ。わかる。ここ好き。人間サイズに例えると、弁当全部でラムネ一粒ぐらいだろうに、味わかるのすごいな。笑えば笑うほど強くなる解放の戦士ルフィと、怒れば怒るほど強くなる科学の戦士サンジ。よく言われるけど、対比構造のやつ見ると、おおってなるよね。ヨタだとは思ってるけど、解放の戦士と、科学の戦士とか、ワンピース、オールブルーは、わざとかって考えてしまう。イメージカラーの赤と青も、シャンクス、バギーが赤青で鉱物決まってたりするの見ると、皮膚と内臓がゴムで柔らかいから銃弾が効かないルフィと、皮膚と内臓が外骨格で硬いから銃弾が効かないサンジ。どっちも初見で見たら恐怖を感じる性能で好き。ヒーロー気質じゃないルフィが、狩猟や覚醒で真っ当に強化されてて、ヒーロー気質のサンジが、科学力による異常な進化してるの本当に。アニオリのナバロン編でも、途中まで二人で行動してたよね。面白いよね、ナバロン編。ルフィのスネークシーンで視聴者にピースするの、メタ的演出かと思ったら、サンジ当てだったの好き。よく言われるけど、ルフィの大好きなヒーロー感に、サンジがバッチリ当てはまるって説、ほんと思ってたけど、後からジェルマのことが分かってきて、ヒーローの位置づけに信憑性が出てきた。実際、腹減らしてる奴にはとりあえず飯を食わせてやるってのは、ルフィの言うヒーロー像そのものだよな。空気にいるわけだ。というかジェルマを足したサンジが、戦隊ヒーロープラス、仮面ライダープラス、アンパンマンとかいう、日本のヒーロー特盛りセットだし、